主人様、実は私、ずっと前からご主人様のことを。お願い、僕たちの気持ちを受け止めて。ご主人様、本来ならこちらからお伺いすべきところをご足労いただきまして申し訳ありません。お待ちしていました。ゆえ、そんなにかしこまってやることないわよ、そんなやつに。でもご主人様はご主人様でしょ。僕はそんなやつに仕えた覚えはないもんね。うるさいやつめなのです。エイがいると知性の社交場が肝っ玉母さんのしゃべり場に様変わりなのです。あんたに知性だの品性だのの不足を指摘される筋合いはないわ。己の分をわきまえろです。こっちのセリフよ。ねねちゃん、えいちゃん、ご主人様の前だよ。喧嘩はダメ。お待ちしていました、ご主人様。肝心要の軍師の名前を忘れないように体に叩き込んでやるのです。この何が知性の社交場よ。レンといつも一緒にいるだけあって獣じみてるわね。レン殿の悪口は許しませんと立場上建前上は言っておきつつ、ネネへの悪口自体エイには決して許しはしません。やる気？やめましょう、やめましょう、二人とも。ご主人様もいらっしゃったことですし、会議を続けませんか、皆さん。それがいいです。はい。しょうがないわね。ここはあんたたちの顔を立ててあげるわ。勝負はお預けなのです。そこをなんとか会議にご参加ください。怖くありませんから。ご主人様。偉そうに。
は内政面でいくつか問題が上がっていまして、ゆえちゃんや A さん、ねねちゃんにも知恵をお借りしようと。A は3でねねはちゃんの理由を述べようです。ごめんなさい。決闘を申し込むのです。私がいたわけでは、ご主人様。私たちだけで国政に深く関わることを決定してしまうわけにもいきませんので。お忙しいのは承知で、申し訳ありません。みんなして持ち上げすぎじゃない？いいのよ。どうせ部屋でお尻でも書いてたんでしょ？お忙しいところを、ありがとうございます。根本的なところだと人口の増加なのです。勢力が大きくなるとどうしてもね。トウカやあんたは徳を売りにしてる部分もあるし。トウカさんにご主人様でしょ、ヘイちゃん。移住希望者は後を絶ちません。特に財産も行き場もない連中が多いのよ。あんたのとこならひどい目には遭わされないだろうってね。もはや我々は大国。これまでとは規模も事情も違ってきます。来る者は拒まずってわけにもいかないのです。最悪腹ペコの難民を抱え込んで国庫が空になるのですよ。ねねちゃん、かわいそうだからで済むことばかりじゃないのです。その点に関してはねねに同感。連中保護目当てで流れ込んできてるからね。一旗あげようってやつらよりよっぽど厄介よ。人心とは容易に離れるものです。慎重かつ迅速な対応が求められますね。デリケート？労働を提供できればというところではありますね。もともとの領民から田畑を取り上げるわけにもいきませんし。だからって働きもしない奴らに国の蓄えを無条件で与えるわけにはもっといかないわよ。兵士？多少はですね。女子供というわけにはいきませんが。兵のすべてを最前線に送るわけでもありませんし、徴兵か。
る感じでしたよ。ちょっとよ、ちょっと。全てを抱え込めるわけではありませんが、案の一つとして検討させてください。関連することですが、一度町の区画を整理しようと考えています。煩雑に成長してしまえば発展の妨げにもなりかねません。そうなれば国としても大きな痛手ですし。もっと簡単に言えば、町がごちゃごちゃすると治安が乱れるのです。なので、どういう方針で区画の整理を進めるかを話し合っていました。職種によってっていうと、鍛冶屋は鍛冶屋の区画というようにですか？主に取り扱う品を決めるということですか？それは、はい。理の方が多いように思います。店を置けば市が成立するわけではないのです。請求に市を発展させれば、確かに経済の流れは活発になりますが。治安ですね。確かに警らや自警団では追いつかなくなるかもしれません。ろくに訓練もしないで鎧をつけただけの農民を放り込んでもね。腐るかもしれませんよ。働きが悪くて一線から外されたって。今日のご主人様は一味違います。餡の湧き出ること泉のごとしです。短期なら可能かもしれませんね。お祭りはいいですね。市の方々と城の者が楽しみながら連帯意識を育めそうです。悪くないのです。ちょうどいい娯楽にもなりそうですね。将軍方に打診してみましょうか。そうですね。長々とお引き止めして申し訳ありませんでした。おかげさまで実のある会議になりました。とんでもございません。ご主人様のご意見には随分と救われました。たまにはマシなことも言うのです。
てつけみたいに小走りで。用事があるなら言えばいいのに。後でお礼を言っておきます。おかげでとても有意義な会議になりましたものね。調子に乗らなければいいけど、あいつめ何が国を支えてくれてるのはみんなだよ。さらりと言ったのです。言うことがナンパよね。ああやってドキッとさせる手口よ。ドキッとしたんだ。あいつの手口を話したの。僕がドキッとしたなんて言ってないでしょ。私はたくさんの意味でドキッとしましたよ。交わりの発想などは素晴らしいと思いました。ご主人様は発想が柔軟だよね。たまに私たちとは違うところから着想を得ているみたいに感じる時があるかも。あんなのに負けてなるものかです。軍師の仕事を続けるのですよ。はーい、そうしましょう。